4センチの大きさで、もう顔つきで悪性で間違いないから、できるだけ早く総合病院に行って、手術を受けてくれというような説明で、もう本当に、その言葉聞いた瞬間に、口の中がカラッカラになって、視界が暗転して、はい。それでは、がんの音、スタートしていきたいと思います。今日のゲストは横山さんです。よろしくお願いします。お願いします。無言。すいません。無言。すいません。いや。はい。じゃあ、今日やっていきたいということを思います。まずですね、がんの音の紹介などさせてもらえたらと思います。まず、私、MC を務めさせていただきます、岸田と申しまして、25歳と27歳の時、肺細胞腫瘍というがんに罹患をいたしました。その経験からですね、今、がんノートの代表理事をしているんですけれども、がんノートですね、がん経験者インタビューを、少しユーモアを交えながらですね、発信をしております。家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚や育児など、生活にフォーカスした、そんな経験談をお届けしているような、そんな番組となっております。はい。暗くなりすぎず、今回ね、横山さんテンションが高めなので、それでお話をね、ちょっと、テンポよく進めていければということを思っております。はい。そんな、ゲストなんですけれども、今回のゲスト、はい、横山さんになります。横山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。横山さん、簡単に、自己紹介お願いいただけますでしょうか。はい。ちょっと、緊張しておりますけれども。はい。福島県に住んでおります、横山と申します。42歳の時に、大腸がんの方に罹患しまして、抗がん剤の方ですね、半年間、行ったんですけども、肝臓の方に、再発が見つかりまして、またそちらで、肝臓の手術の方を受けまして、さらに抗がん剤の方を投与、服用しまして、その後、現在、経過観察に移れているというような状況です。はい、こちら経過観察中ということですね。はい。はい。で、そしてですね、趣味が映画鑑賞やウォーキングとあるんですけれども、何か皆さんにおすすめの映画みたいなのあったりとかしますか？映画ですね。最近はちょっと子供生まれてから、全然昔のでもいいですよ。子供、隅っこ暮らしとか、あと最近はそうですね、ドラえもんとかになっちゃってるんです。すぐに今、出てこないんですけど、はい。そんな趣味映画横山さんね。はい。はい。ですね、大丈夫です。はい。そんな中で、メインはね、これからなので、はい、大丈夫です。この後ですね、ちょっとお話しいただく内容といたしましては、皆さんにですね、ちょっとお伝えしておきたいのが、はい。まず個人の、経験談でございますよといったところと、特定の治療を推奨しているものではございません。ご自身のご病気は、主治医の方に、また聞いていただければと思っております。また、この後グラフが出てくるのですが、このような吹き出しだったりとか、このような内容となっておりますので、また見ておいていただければと思います。で、こちらですね。はい。横山さんのペーシェントジャーニー、こちらになります。ちょっとレイアウトを変えさせていただきます。はい。こちらですね、横山さんのペーシェントジャーニー。はい。まずね、何があったのか。ちょっとまず初め上がっている部分に関してはこちらになります。はい。娘さんの誕生ということで、はい。娘さん、今は何歳ですか？12ですかね。12歳。はい。12歳。はい。はい。だからね、2014年に、娘さんが誕生し、そこから、ガクンと下がっていきますが、それがこちら。お父様が脳梗塞、そしてお母様が子宮体がんに罹患をするということで、これ同時期ですか？同時期ですね。ある日、朝ですね、突然親戚の人たちから大量に電話がかかってきまして、何事かと思って出たら、うちの父親が脳梗塞で、病院に運ばれたということで、病院に駆けつけていきまして、で、うちの父親が、幸いかなり軽症で済んだんですけども、退院の前日ぐらいですかね。うちの母親が顔真っ青になって、私のところに来まして、だいぶ強い下血があって、病院で検査してもらったら、癌が見つかったということで、もう本当に同時期に2人が大病になるということで、はい、大変ショックではありましたね。
そんなね、もう本当に、今お父様お母様は今はどうですか？うちの父親の方はやっぱり、脳梗塞をやってしまったので、一部やっぱり後遺症が、残ってます。本当に、脳梗塞を患ったにしては日常生活も遅れてるんですけど、視界の一部がちょっと見えなくなってるんですね。なんですけど、一応医師からは車の運転は大丈夫って言われてる状況なんですけど、どうしてもあとやっぱり、後遺症としてちょっと物忘れだったりとか、勘違いが多かったり、年のせいもあるんで、その辺は脳梗塞って言っちゃうのもちょっと本人にはちょっとかわいそうかなっていうところはあるんですけど、なんとか日常生活は遅れてる感じですかね。お母様は？そうですね。うちの母親の方はちょっと残念ながら、亡くなってしまいまして、はい。結構長いこと、7年ぐらいですかね。だから2020、何年かまではちょっと、はい、元気ではあったんですけども、はい。同時期にね、お父様やお母様はこのようなご病気になられて、結構バタバタしたっていう時期なんですかね。そうですね。だいぶバタバタしましたね。自営業をやってたんですけど、結局うちの、父親の会社でやってたので、いきなり、社長が体調崩したっていうことで、仕事を請け負わなくちゃいけなかったのもそうなんですけど、うちの母親が今度闘病に入ったので、うちの父親が完全に看病っていう形に入ったので、その辺のバタバタはありましたし、あと話すと長くなっちゃうんですけど、うちの母親がやっぱり、療養しながらもちょっとメンタルやられちゃったんですよ。で、ちょっと、なかなかその、程度の方も、幻聴とか幻覚とかちょっと徘徊的なものもやってしまったので、その辺のところでちょっと精神科の方にご厄介になったりというところで、看病する家族の側としてはちょっと結構、なかなか重いものがありましたね。その中でですよね、こちら、福島県沖の地震、この時なんですね。そうですね。本当に。皆さんご存知の通りっていうか、2011年ですね、東日本大震災があったんですけど、ちょうど10年後、大きな地震来るよっていうのは、ニュースとか、ね、気象情報とかでは聞いてたんですけど、まさかぴったり10年後に震度6クラスの地震が来るとは思わなくて、本当に大変な思いはしましたね。もちろん自分の住んでるところもぐっちゃぐちゃでしたし、はい。で、もうアパート住んでるとこ住めなくなっちゃったんで、奥様の、うちの妻の実家の方に避難して、そこで生活してたっていう感じでした。本当、すごいいろいろな時期の中で、その中で、便潜血が陽性になっていく。これは何か検査されたんですか？そうですね。うちの母親が癌になったっていうところから、ちょっと言い訳がましくなっちゃうんですけど、自営業だとなかなかその健康診断って毎年受けてなくてですね。で、うちの母親が癌になったことをきっかけに、定期的に一応受けるようにはなってて、はい。で、陽性って実は時々出てたんですよ。そうなんですか？はい。なんですけど、内視鏡検査受けても結構問題ないっていうふうに言われてたので、この時も陽性出た時点ではさほど気にしてなかったんですよ。はい。いつぐらいからじゃあちょっと便潜血陽性が出てたんですか？2年おきぐらいには出ちゃってましたね。はい。だからこの2年前にも出てたってこと？そうです。はい。で、内視鏡もやってもらって、なんともなかったよ、超綺麗だったよって言われて。やってはいたんですね。はい。取り越し苦労だったなっていう感じのイメージでしたね。じゃあこの時も、大丈夫じゃないかみたいな。そうです。はい。完全に高をくくってました。はい。甘く見てましたね。はい。どうせまた何ともないんだろうなと思ってました。はい。その中でですね、親友を肺がんで亡くされていく。そうですね。はい。ちょうどこれコロナ禍だったんですけど、コロナ入る前に、毎年ですかね、地元の、中学校の仲間で集まって飲み会やってるメンバーの一人なんですけど、肺がんになったっ
っていうことを言って、まあ励まし会をやって、で、コロナになってなかなかちょっと集まれなくなった中だったんですけど、急に亡くなっていついつ葬式だからっていう連絡が来たっていう状況でしたね。だからまあちょっと母親が癌になって多少検査行くようになって、まあそれでもなんかこう自分と癌って無縁だなと思ってたんですけど、まあ本当に仲間が身近で亡くなったところでようやくちょっとずつ頭の方がまあ健康の方に向いたというかっていうところありましたかね。でこの時にまあ陽性の結果が出ていて、友人が亡くなったっていうのを受けて、でちょっとすいません前置き長くなっちゃうんですけど、それでもまだ精密検査の予約ってちょっと自分自身でできてなかったんですよ。まあ地震の対応で忙しかったっていうのもあったんですけど、でちょうど、年明けの3月が、妻との結婚10周年だったんですね。それで僕は旅行を計画してて、そっちの方に頭が行ってたんですけど、まあこういった流れの中でうちの妻が激怒しまして僕に。検査受けないんだったら旅行は絶対行かんと。行きたいなら一人で行ってこいって話しまして。それで、しぶしぶ精密検査の予約を年末に入れたっていう状況でした。そうだったんですね。はい。まあ、後々ね、それがちょっとなんか、ファインプレーになるかもしれない。そうですね。もう、はい。本当に、今考えると、その時行ってなかったから、今どうなってるかはちょっとよくわからないと思いますし、はい。で、そこからね、ちょっと下がっていくのは次、こちら。内視鏡検査をしたら、癌告知されていくと。はい。そうですね。もう忘れもしない2021年の12月22日、クリスマスの2日前ですね。はい。年末に忘年会の予定も入ってたんですよ。僕は不動産屋なんで、ちょうど飲み会の場所どこにするかみたいなのも年末の予定仲間内で決めてたんで、まあ、内視鏡検査受けることになっちゃったんだよねっていう話はしてたんですけど、その時ももう内視鏡検査受けるのは飲み会の話のネタにするぐらいしか考えてなくて、お尻からカメラ入れちゃったんだっていうのをネタにしようと思ってただけで、何か見つかるなんて全く思ってないっていう感じでしたね。なんですけど、まあ、病院行ったら、もう麻酔かけて、鎮静剤ですか。かけてもらったんですけど、鎮静剤が切れ始めた時に、看護師さんが、なんか今日検体取らなかったんでっていうのが、話し声が聞こえてきて、あれこれやばいぞと思って、で、目覚めたら、ご家族は今日いらっしゃるんですか？で、診察室に入るときに必ず家族と付き添って中入ってくださいって言われて、ああ、これもなんか言われるなっていう思いで診察室入ったら、まあ、先生からは、まあ4センチの大きさで、もう顔つきで悪性で間違いないから、もう検体は出さないと。もうできるだけ早く総合病院に行って手術を受けてくれというような説明で、もう本当にその言葉聞いた瞬間に口の中がカラッカラになって、なんかもう視界が暗転して、なんかめまいしてましたね。はい。あの時の恐怖は忘れられないです。告知は結局お一人で受けたんですか？そうですね。ちょうどその時、だから僕何も見つかるなんて思ってなかったんで、うちの娘を幼稚園に妻が迎えに行って、で、終わるぐらいの時に駐車場に娘と妻がいる状態でそれを言われたんですよ。で、もちろん娘と妻連れて3人で診察室入るわけいかないんで、いやもう1人でいいですという形で入りましたね。はい。そっか。はい。その後、駐車場には、ね、娘さんと奥様が待っていらっしゃるわけですよね。そうです。はい。終わった後の検査の結果をそのまま伝えた。そうですね。まあ、娘の見る前では暗い顔はできなかったので、まあ、LINE で、ちょっと最悪の結果が出たっ
っていうので、はい。まあ、車の中も家帰ってからも本当に、あの時はもう表情作るの大変でしたね。はい。そんなね、もう眼告知を受けて、まあ、じゃあここから病院を紹介されていくんですかね。そうですね。はい。地元の病院、で、まあ、拠点病院の情報はちょっと頭に入ってたので、はい。そちらに紹介状を書いてもらって行ったっていう感じです。そして手術を受けられていきます。はい。これは直腸 S 状結腸部切除手術ということで、結果的にその直腸の S 状結腸の部分に腫瘍が見つかった。はい。腫瘍の場所で言うと、ちょうど直腸と S 状結腸のちょうど境目ぐらいのところにあったんですね。4センチで。手術受ける前にペットと、検査と受けて、まあ、腫瘍が一応検査上だとそこだけだっていうことだったんで、直腸の方を4センチぐらい残していただいて、S 状結腸はすべて切除して、下行結腸と直腸をこう繋いでもらったような手術になっています。はい。結構あれですか、その治療自体はすごく長かった、短かったでいうとどうだったんでしょう？手術、そうですね。手術受けて入院期間は1週間ぐらいでしたかね。で、そこから、まあ、大腸がんの方は皆さんそうなんですけど、排便障害の方が2ヶ月ちょいぐらいありましたかね。はい、人工肛門はしなかったんですか？あ、そうなんです。その可能性もなくはなかったんですけど、今やっぱり手術の技術がある程度上がってきてるっていうのもあって、直腸をその4センチ残してもらえたっていうのが、一応人工肛門を避けられた、まあ、理由になってて、はい、主治医からもそういう説明を受けましたね。ああ、そうなんですね。はい。だからそういう意味でも、あれですか、手術のところちょっと上がってる。ああ、そうですね。まあ、気持ちとしては、これさえ終われば、元の生活に戻れると思ってたので、まあ、ここさえクリアできればっていうところだったですかね。気持ちとしては。はい。はい。ただね、そこから、こちら。次に福島県沖の地震。次の地震が。10年後に地震あったんですけど、東日本大震災が100年に一度って言われてて、で、10年後に起きて、で、10年に一度って言われて、そしたらまだ翌年地震が来るっていう、なんかの漫画の笑い話みたいなね、冗談かよっていうような感じだったんですけど、ちょうど手術を受けて、1ヶ月後ですかね、病理検査の結果を聞きに行く前日の夜に、忘れもない11時過ぎですかね。はい、3月の。また震度6の地震が、娘がね、寝てるところに布団覆いかぶさって揺れるの収まって、で、まあそのまままたいろいろストッパーつけてたんですけど、テレビは倒れるわ、家電は壊れるわ、皿はまあバリンバリンになるわ、で、また、奥さんの実家の方に引っ越しというか、させていただいて、で、何が辛かったって僕不動産屋なんですよ。はい。で、その時に管理物件の方からね、なんか天井から水が滝のように降ってくるとか、エレベーターはもちろん止まっちゃいましたしね、動かなくなって。で、支柱が曲がっただとか、あと、まあ、その日のうちに結構閉じ込められて亡くなっちゃう方とか、怪我されてる方も出たりするので、それを点検に行かなくちゃいけなくて、で、まあ、玄関のドアとかね、歪んで開かなくなったとか、あと、結構助け出すの大変だったんですけど、玄関の下駄箱のところにいろいろ、飾られてるね、お客様っていうかね、ご入居者いらっしゃる。それが全部こう、玄関を塞いでしまって、出れなくなったとか、まあ、それの対応で結構。対応助け出すっていう。そうです、そうです。はい。だからバール持ってってこうやって。それで、もうほとんどだから、次の日病理検査の結果聞く予定だったんですけど、1週間ぐらいはほとんど寝てないんですよ。事務所でソファーっていうか、
のところに電話足元に置いて、こうやって布団かけただけの状態で過ごしてて、で、とにかく背面障害もあって、傷もまだ正直ちょっと痛かったんですけど、なんかもうやらないとどうしようもないので、はい。仕事の方に、まあ、なんでしょうね。癌で死ぬんじゃなくて地震で死ぬんかなぐらいの、ちょっととこもありましたけどね。その時は。はい。ただまあ、今思い返してみると、大変だったんで、ちょっと癌のことは若干忘れてた期間があったので、むしろそれが良かったのかどうなのか。はい。ただこれで結果的にどうなってももうどうしようもないなっていう、半分諦めの気持ちも、はい。天才と戦ってんのかっていう感じがしてましたね。そうですね。はいはい。もうね、そんな中でですよ。はい。下がっていきます。これは薬物療法されていくということなので、手術の後、そういったことをしようかっていう話にはなってたんですね。ですね、そうですね。これも、病院に行って初めて言われたんですけど、最初手術の時は、ステージ1って言われたんですよ。なんで、まあ、手術さえ乗り切れれば、抗がん剤も必要ないし、まあ、後遺症があっても普通の生活に戻れると思ってたんですけど、まあ、地震があって、バタバタと、まあ、病院行かないわけにいかないんで行ったら、まあ、ステージ2のハイリスクって呼ばれるものに分類されてて、結局、がん細胞が結構、下の大腸の血管のところになんか根っこのようなものが入り込んじゃってるんで、これは抗がん剤の適用の範囲内ですと。ステージ2のハイリスクは、ステージ3の A か B と同じぐらいの、再発の危険性があるので、まあ半年、はい、薬物療法やりましょうと言われて、薬物療法をスタートしたんですけど、ここでちょっと辛かったのが、オキサリプラチンっていう、はい、薬剤が体に全く合わなかったんですよ。投与に大体生理食塩水と4時間ぐらい病院で点滴受けるんですけど、もう点滴受けてる時からもう左手が完全に痺れてしまって、とんでもない痛みが出てたんですよ。で、投与が終わって、部屋を出た時にはもう右手左手両方麻痺するぐらいつっちゃって、なんかバネ指みたいになって動かなくなって、で左腕から肩から下がもう激痛で動かないっていう感じで、オキサリプラチン痺れるって話出てたんですけど、冷気とか冷たいのでなんかビリビリするっていうのは聞いてたんですけど、その日春先で気温20度ぐらいだったんですけど、もうすでにそれでも顔面がもうビリビリビリってなって、歯医者でこう麻酔してもらった後みたいにこの辺がもう動かなくなる、固まって動かなくなるみたいな感じの状況で、でもまあこれ 2,3 日みんなこうなのかなと思って、で 2,3 日したら良くなっていくんだろうなって何も知らなかったんで、それが皆さんそういうもんだと思って、そのまま退院したんですけど、まあとんでもないことで、もう水が一切受け付けなくなっちゃったんですよ。で喉が閉まって全部吐くっていう状態で、完全に脱水症状なりますよね。はい、起こして、まあはい、死にかけたって言い方はちょっとよろしくないのかもしれないんですけど、はい、本当に何も食べれなくなって、で病院に電話かけたら水500ミリは1日必ず飲んでくださいって言われてたんですけど、飲めなくて、どうするんですか？で最終的にすぐ病院来てくださいって言われて救急車回しますんですぐ来てくださいって言われて、でなんかもうはい1週間でダウンしちゃって、病院に運んでもらって点滴受けて、で何ですか副作用のグレードでいうと4ですと言われて、命に関わる一歩手前というか、はい、そうですね。はい。で、主治医からは、横山さんは何も
悪くないから自分のこと責めないでくれというふうに言われたんですけど、そうですね。今でも覚えてるんですけど、ちょうど点滴打ってもらって、なんかもう本当に悔しくてしょうがなかったんですよね。大腸がんの治療で抗がん剤って手術できなくなったら必ずオキサリプラチンかイリノテカンにプラスアルファで投与するじゃないですか。で、その分の主要なやつ1個自分にはもう使えないっていうことが分かったんで、これはもし再発した場合には、他の人は治療できるけど僕はできないんだなっていうふうな考えになったので、その時はもう悔しくて、点滴時2時間とか3時間打ってもらってたんですけど、妻に手握ってもらいながらワンワン泣いてましたね。時は。ただただ悔しいのと辛いのとで。ねえ、それはね、本当自分の体質とですからね。そうですね。もうどうしようもなかったんだとは思うんですけど、悔しかったのと。で、時の、辛さはちょっと忘れられないのと、で、すいません。ちょっと余談になっちゃうんですけど、その時、妻の実家のところに地震で避難した流れでいたので、妻の実家に時、ずっとお世話になって、合計で3ヶ月か4ヶ月ぐらい住まわせてもらってたんですけど、2階で天井を見ながらずっと毎日泣いてて、で、その時にまだ娘がね、小学校2年生だったんですけど、卵ボーロ持ってきてくれたんですよ。何も食べれなかったんで、で、その時の卵ボーロの味がもう忘れられなくて、だから娘には甘い。いうのですね。もう欲しいものは何でも買ってやりたいなっていう気にもなりますし、それで妻とは喧嘩になりましたね。難しいですよね。娘さんもね、良くなってほしいという思いでね、卵ボール持ってきてくださったりとかしてね。そういうね、いろいろ様々な葛藤があった中で、少し上がってまいりますが、こちら。治療しながら、それでも仕事をしていくということで、仕事できるんですね。そんな状況で。仕事にはならなかったんですけど、もう薬物療法が決まった段階で、脳梗塞やった父親には、あまり大きな仕事はしてもらってなかったんですけど、その中でも事務仕事の傍らやってもらって、もう自分がやるしかないんで、もう張ってでも会社に行くからって強いこと言ってたんですけど、結局、寝たきりになった時間もあって、そうですね。で、これがちょっと自営業だからできたことであったんですけど、結局自分が現場に出てるわけじゃなくて、僕が、いろんな業者さんに動いてもらって会社回してるっていうところがあったので、事情を、取引業者にもう包み隠さず説明して、で、協力してもらった。それでなんとか仕事回したっていうところはあります。あと、一件一件の取引ある方に全部説明するのも大変だったので、その時、もうすでに遺書代わりにブログをちょっと書き始まってたんですよ。自分がどういう思いで、治療に臨んでたかとか、治療の経過とか、を書いてたのを自分の会社のホームページのところにドカッとリンク貼っつけておいて、で、ちょっと僕のことを知ってる方だったらそれを見てくれるだろうというところでやったんですけど、それがちょっと功を奏して、全部説明しなくてもそれ見てくださってる業者さんはもう察してくださって、全部説明しなくても、日程調整うまく組んでくれた。で、この地震の補修もまだ全然残ってる状況だったんですけど、僕が、変な話、午前中だけ会社に行って、午後はちょっと休むっていうような形も取らせてもらったんですけど、全部電話を僕がいる間に対応してくれたりとか、休薬期間に合わせて、立ち会いとかですね、時間の調整してくれたりっていうところで、もう日頃の、そうですね、
協力してくださった業者さんにはもう本当に感謝しかないですし、はい。まあ本当に、いいお付き合いさせてもらってるというか、はい。もうおかげでなんとか乗り越えられたっていうのは今も、はい、ありますね。そんなね、もう、中で、また下がっていくんですよね。それがこちら。眼転移の発覚ということで転移してしまっていたんですか？そうですね。はい。ちょうど、オキサリプラチンが使えなくなった時に、抗がん剤を、ゼロダ単剤の方に、切り替えて、ちょうど、半年終わって、10月の末ぐらい、下旬でしたね。最後、この診察でクリアできれば、経過観察に移れますって、言ってもらえる予定だったはずの診察で、今日なんか待たされるな、待合室でと思ってて、診察室入ったら、まあ、先生から肝臓に影がっていう話をもらいまして、はい。で、その時、診察室で僕血圧下がったんかなんかで倒れてしまいまして、そのまま、本当情けない話なんですけど、はい。ふらふらって言ってバターンと倒れて、で、だからその時の説明は僕聞いてなくて、妻が聞いてくれて、僕は、看護師さんに囲まれながら、大丈夫ですかって言われて、ここに点滴言ったりとか、なってました。その時は。はい。ちょっとまあ情けない話です。はい。いや。どれぐらい転移してたんですか、結局は。これがですね、転移の兆候は全くなかったんですよ。主要マーカーもすべて正常値を示してまして、で、その前の CT でも、らしきものが映ってて、発覚じゃなくて、その診察の前の、だから1週間ぐらい前の CT にいきなり現れたっていう状況だったんですよね。はい。2センチまでは行ってなかった。1センチ台の。1センチ台のやつが1個だけ、そうなんです。幸い1個だけでしたね。はい。ということですね。そっか。そこから治療ですよね。どうしていくのか。手術か。手術を受けられていく。はい。そうですね。まあ、1個転移が見つかっちゃうと、他のところにもあるんじゃないかっていうことで、CT を取り直して、MRI とペット検査ですかね。全部やり直して、で、幸い、映るものは、肝臓の上のところだけ、だろうということで、その時もちょっと、肝臓の方は執刀医がまた元の主治医とは別の先生になって、どのタイミングで手術するかっていうのを話し合った上で、ちょっと実は少し置いてるんですよ、手術まで。それはなぜ？万が一、手術した後に、微小なのでも出てきちゃうと、続けて手術ができないから、ちょっと置いて、もし開けた時に、あったら一緒に切っちゃおうっていうような、戦略で、まあそれも主治医の先生と何回も話し合って決めたことだったんですけど、それでまあ、本当に幸い、一箇所だけで。ですけど、ちょうど開いてみてもらった時には、1センチ台だったのが4センチ台まで大きくなってたので、肝臓の上 30% は切っていただいたっていうような感じですかね。肝臓の上部分を切ったんですね。上の裏っ側のところですね。はい。30% 切って。はい。肝臓ってまた戻ってくるんですよね。そうですね。ただ完全には戻らなくて、切ったところは切ったままで、凹んだままで、なんか全体が膨らむらしいんですけど。なんで、半年ぐらいあれば、元の肝臓の機能の 85% から9割ぐらいまでは戻るっては言われて、はい。で、あとはまあ、術後なんですけど、まあ、再発率もだいぶ高いっていうふうに言われてて、まあ、肝臓の先生とはこれ、何回でも切れるんですかって聞いたら、切れるって言うんで、じゃあ、体調整えとくんで、先生よろしくお願いしますって言って、
診察室で話したのは覚えてるところですかね。はい。そのね、手術受けていって、これで一応取り切ってっていうことですよね。あ、そうですね。はい。その後どうなっていくか。薬物療法するんですね。はい。だから。薬物療法に関しては、実は、肝臓を指導してくれた先生と元の主治医で、ちょっと提案してくれた薬が違かったんですけど、指導してくれた先生は、ゼロックス療法をもう一度、やはり再発率が高いんで強い薬を使おうっていうのを提案してくださって、で、元の腸を切ってくれた主治医の方は、僕の考えを聞いてくれた上でこっちを選んでくれたっていう感じなんですけど、やっぱり僕の中で、抗がん剤で、自分が寝たきりになっちゃうとか、弱ってる姿をどうしても娘に見せたくなくて、で、正直ちょっと抗がん剤やらないのも考えたんですよ。はい。変な話、どうせダメなら元気な時間少しでも長い方がいいかなっていう考えを持ったんで、で、その時に、いろいろ主治医と話し合って提案してくださったのが、こちらの飲み薬だけのものっていうことで、こちらを選択したっていう状況です。はい。こちらの方が比較的、そのゼロックス療法よりは横山さんに体調にはあった。そうですね。こちらが、食事の影響を受けやすい抗がん剤なので、6時間おきに飲まなくちゃいけないっていうのと、前後1時間食事が取れないっていうのが、大変なところではあったんですけど、それが、生活習慣を整えることにもつながったんですかね。はい。結果的には、今こうしていられるんで、良かったのかなっていう感じですかね。はい。またね、皆さん、治療法に関しては、ぜひ主治医の方と、ぜひ、横山さんのように検討していただいて、ご自身に合ったものっていう風な形で、ガイドラインでね、いろいろありますので、そちらに従っていただければと思います。横山さんの場合はこのような形で、主治医と話してしたという感じですね。はい。そんな中で、はい。その後、オンライン勉強会に参加していく。はい。はい。これは、何かきっかけで勉強しようっていうのがあったんですか？がんのことに関してですかね？そうですね。まず、オキサリプラチンで強い副作用が出て、もう寝たきりになってしまって、とんでもない悔しい思いしたときに、とにかく他に何か、オキサリ使えないんじゃ、時に、何か薬はないのかとか、治療法はないのかっていうので、もうとにかくネットも漁りましたし、文献とか論文とかも、僕の性分もあるんでしょうけど、いろいろ調べ始まってまして、で、その時にとにかく医学というか、学ぼうっていう気持ちは持ってたんですけど、実際、独学でね、ニュースとか、ネットの情報だけ見ててもっていうところあったんですが、すいません、ちょっと前置きが長くなるんですけども、実は癌になってすぐの時に、YouTube を上げられている、カロリーナさんに出会って、で、カロリーナさんの動画拝見してて、で、カロリーナさんが、ピアリングブルーですかね。立ち上げる時だったんですけど、大腸がんの患者会がないっていうことで、で、僕もやっぱり大腸がんの患者さんたちと、薬のことも含めて、情報交換したいなっていう気持ちも強かったので、その時にちょっとクラウドファンディングが始まってて、それのお手伝いさせてもらった時に、たまたまなんですけど、押川先生と実際にオンラインでお話しさせていただく機会があって、そこから押川先生が主催でやられている、がんここっていう名称のオンライン勉強会の方に、参加させていただくことになったっていうところですね。
ね、YouTube ご覧になられている方はね、ご存知かもしれないですけど、はい、押川先生の、YouTube などもね、医療のことを、ただ載せてくださっていますけれども、そこのオンラインの勉強会に参加されていったということですね。で、そこで勉強会でいろんなことを学んで、はい、そこから、このような形で経過観察に入っていくということで、こちらはもう経過観察入って、もう一通り癌はもう見えないだろうと。そうですね。はい。3ヶ月ごとの CT 検査で、そうですね。薬物療法の UFT ユーゼルの方が服用期間を終わって、ようやく、手術からスタートして、抗がん剤の服用もここで終わったっていう状況でしたね。で、UFT ユーゼル飲んでる時も、ゼロオーダーの時も、とにかく僕は下痢と味覚障害に悩まされてきたので、もう経過観察に入って、とにかくご飯が美味しい。味がわかる。これがもう嬉しくてしょうがなかった時でしたね。はい。ねえ、本当にね、ようやくお薬も全部抜けて、はい。そして、経過観察。今はもう、今の状態もないですよね。そうですね。はい。経過観察でそのまま、はい。っていう形ですね。はい。その後ですね、リレーフォーライフジャパンの福島に参加されていく、リレーフォーライフジャパン、これね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、啓発をされているね、啓発のイベント、全国ね、各地であったりとかする、その中での、福島で、やられたものに参加していくという風な形で、これは何かきっかけがあったんですか？そうですね。このオンライン勉強会、押川先生のところのですね、がんここという勉強会のところで、一番、医学とか、がんの知識、抗がん剤の知識などを学ばせていただくことも大きな収穫であったんですけど、もう一つがやっぱり、そこに参加されている、医療者の方とサバイバーの方に出会えたのが大きくてですね。で、リレーフォーライフに参加するきっかけになったのが、ですね、白川勝さんっていうですね、肺がんのサバイバーの方がいらっしゃいまして、で、この方がですね、肺がんで、寝たきりの状態から、体に合った、薬の方が見つかって、日常生活を送れるまでになったっていう体験をされている方で、僕もその情報だけはネットで知ってたもんですから、いつかお会いしたいなと思ってたら、こちらの勉強会にいらっしゃって会うことができて、で、そのオンライン勉強会の、オフ会というか、飲み会があった時に、白川さんとお話をさせていただいたら、なんと同郷の福島で、しかも、近所だということが分かりまして、そこからちょっと、白川さんと交流の方をさせていただいてて、で、ちょうど、この2024なんですけど、リレーフォーライフっていうイベントの存在自体を、白川さんから教えてもらって、白川さんに誘われて僕も参加する予定だったんですね。で、その時ちょっとこれは、完全に僕のスタートのところは勘違いの部分もあったんですけど、白川さんが、すごい、人望の厚い方で、当時ですね、温泉を予約されて、全国の、どのぐらいの人数だったですかね、バスを借りて、福島のリレーフォーライフにみんなで、旅行がてらというか、集まっていこうというような企画をされてて、そこに僕も誘っていただいてたんですけど、僕はちょっと勘違いして、実行委員にその時、お手伝いで入る形にして、白川さんとは僕は、現場でお待ちしてますと。皆さんでいらっしゃった時にっていう話を二人でしてたんですけども、この8月末のリレーフォーライフの2024の、直前といいますか、その月にですね、白川さんが容体が急変して、ちょっと亡くなられてしまって、それで、
代わりにですね、奥様に参加いただいて、スピーチをしていただいて、で、その時いろんな、白川さんの思いをお聞きした時にですね、僕はこのままちょっとリレーフォーライフに在籍して、患者さんがね、リレーフォーライフっていうイベントに参加していただけるような、で、福島に、来ていただけるような、ことをしなくちゃいけないかなっていうふうに、決めて、動き始まったっていうところですかね。だから本当に若干スタート勘違いのところもあるんですけど、本当にご縁あって、なんかちょっと思いをつないでいければなっていうふうに思ってますし、で、何して白川さんが同郷の福島で、しかも近所だったっていうところが、もうどうにもこうにも、白川さんもちょっと道半ばというか気持ち、残されて、亡くされたところもあるんですけど、これはもう本当に自分勝手な思いのところなんですけど、それ繋いでいけるのは、自分しかいないかな、みたいな風な考えに至ったんで、もうここに今、今年も開催されますけれども、今年はいつ？7月12日ですね。日曜日1日開催になっちゃってるんですけど。もしね、福島の方いらっしゃれば、またね、こちらにも参加していただければなと思います。お待ちしてます。そして一番上がっているところがですね、こちら、娘様の小学校の卒業ということで。そうなんです。本当にこれをやんとか見届けることができました。本当にもうこれはこの上ないです。卒業式では、泣いてました。なんかこのね、卒業を見届けるためみたいな形でなんか途中思われた。そうです。癌になって、で、特に肝臓に転移発覚した時に、やっぱり肝臓に転移した後の平均的な生存率が調べるわけですよ。再発率が 70% か 80% ぐらいで、3年生存率で確か40から50で、5年生存率で30から40ぐらいですよね。と、卒業見届けられるまで確率、その数字上ですよ。これは、誰かに当てはまるわけじゃないんですけど、その数字見たときに、僕の中では半々だなっていうふうに思ったんで、もうとにかく、これだけは、もし、何があってもこれだけは見届けてからっていうふうに思ってたので、僕の中の本当に、最終目標だったですかね。だからなんかようやくここまで来れたなっていうのですごい感慨深いですね。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなね、横山さんのこのペーシェントジャーニーのね、今までのこの、グラフでございました。ここからですね、ちょっと各項目に分けて、ちょっとお話をお伺いしていきたいなということを思っております。まず一つ目がですね、病院や治療の選択といった中で、このね、お話の中でもね、主治医の先生とね、執刀医の先生と、どのようなお薬をしていくかっていうところありましたけれども、病院は、最初の、クリニックというか、病院から、紹介された病院に、行ってっていうことだったと思いますが、病院や治療の選択、これで迷ったこと、それや、そして、何でしょうね、こう考えて自分はこうしたよ、みたいな、そういったものってあったりとかしましたか？そうですね。先ほども肝臓を切った後の抗がん剤の選択については、強い薬と、ちょっと言い方変ですけど、弱い薬とを選択できたんですけど、僕は、俗に言う QOL ですよね。生活の方を優先したいっていうふうに、主治医に伝えて、それを、理解してもらって、薬を選択できたっていうのが、治療に向かうにあたってやっぱり気持ちの整理ができてたんですよね。だから結局、
まあ、弱い薬を選んで、まあ、生きることは諦めたってわけじゃなくて、まあ、オキサリプラチンっていうのに強い副作用が出てしまったのもそうなんですけど、もうとにかく異変があったらすぐに病院に行って、肝臓に再発してれば、まあ、何度でも手術受けられる。手術受けられる間は生きられるっていう考え方に行ったので、まあ、そこの辺のところで抗がん剤も選択したし、頭でそんな風にいたので、やっぱり筋肉をつけとこうとか、ウォーキングを継続しておこうっていう風な考え方に慣れたっていうところですかね。はい。ね、そんな、中で次こちらですね。辛かったこと。副作用や後遺症。先ほどね、オキサリプラチンのお話もありましたし、まあ、味覚障害などのお話もあったかと思いますけれども、大変だったこといかがでしたか？はい。まあ、大腸がんあるあるですけど、やっぱり排便障害ですよね、まずは。はい。もう手術後はもうトイレ友達ですよね。1日の回数ってもう数十回ですよ。もうお尻が痛くてしょうがないですし、で、まあ S 状結腸がないんで、今もそうなんですけど、トイレに行きたいっていう感覚がないんですよ。あ、そうなんですね。はい。ほぼないんです。だから、手術の直後って、急に漏れそうになる限界値のあれがいきなり来るんですよ。いきなりもうギリギリのここに、奴がいるっていう状況がいきなり来るんで、もうトイレに駆け込んでて、出すっていうのが常に。はい。じゃあ、自分の中で時間を決めていかないといけないみたいな感じですか？トイレは。それもありますね。はい。だから、出たいか出たくないかじゃなくて、必ず朝と寝る前にはトイレに座るっていうのは習慣にしてましたし、はい。そっか。まあ、ただ、手術直後はね、そのコントロール難しいでしょうから、はい。やっぱあれですか、おむつ的なものを履いたりするんですか？いや、それも、アドバイスは受けたんですけど、おむつを履く僕はちょっと覚悟は持てなかったですね。だからもうトイレは友達で、出かけるときは常にトイレのある場所で、ウォシュレットのある場所、トイレはチェックしておく。は絶対ですね。はい。あとは、まあ、トイレをどうやって快適に過ごすか。っていうことに関しては結構気を使って、これは妻に結構言われたんですけど、漫画をトイレにこういっぱい置かせてもらって、はい。なんで、読んで、そうです。ちょっと出るの待つみたいな。そうですね。出るのを待つのもありますし、まあ、出っ放しの時もありますから、出っ放しの時も、はい。こう、漫画読みながらっていう感じですね。はい。ちなみにどんな漫画を？東京リベンジャーズとか、当時呪術廻戦とか、少年ジャンプで学生の時読んでたのようなのを、まあ当時 CM かなんかで流行ってたのを見始まったって感じですね。だからこの年になって漫画久しぶりにまた集め始まってましたかね。はい。まあそのようなね、工夫をされて、はい、ね、はい、トイレを乗り切っていたということですね。はい。はい。そしてね、次こちらになります。家族やパートナーのこと。まあ、主に奥様のね、お話をお伺いしたいんですけれども、やっぱり奥様、様々ね、こう、支えてくれた、エピソードをお話しいただきましたけれども、こうしてくれて嬉しかったよっていうこととか、まあ、もうちょっとこうして欲しかったな、みたいなものあったりとかしますか？そうですね。こうして欲しかった。なかったらいいです。そんな。いや、そんな、無理やりそういうやつじゃなくて、これで嬉しかっただけでもいいです。はい。もう、うちの妻には、もう、頭上がらないです。姉さん女房なんですけど、本当に、まあ、自信があって、仕事の方もそうですし、まあ、うちの父親と母親の体調もあったっていう中で、本当に両方
見て、私のことを支えてくれて、病気の時もやるだけのことをやってくれたんで、で、冒頭にもありましたけど、10周年の旅行を連れてってないんで、で、後から、過ぎた後にね、行こうかっていう話したんですけど、もういいわっていう。そうなんですか。で、ちょうど15年目に当たるのが、2027年の、3月に当たるんで、その時にはちょっとね、はい。連れとか一緒に、娘と3人でですかね。はい。最近娘生意気になってきたんで置いて2人で行ってるんですけど。いやね、家族でね。はい。まあそういう本当にもう、ね、いろんなところでこうサポートしてくださった、そんな奥様も、いた中で、今のお話も出てきました、娘様のこと。はい。結局、娘さんには癌のことは伝えたんですか？ですね、なかなかやっぱりなった時は伝えられなかったですね。当時小学校2年生ですね。で、何かは入院して家を空けるっていう状態を説明しなくちゃいけないと思ったんで、なんとなくちょっといないよっていう話はしてたんですけど、自分が癌であるっていうことは面と向かってはやっぱり言えなかったんですよね。ショック受けんじゃないかっていうことと、理解できるとは僕の目からは見えなかったんで、どう伝えたらいいかっていうのはもう何年も悩み同士悩んできていました。はい。今はどうなんですか？今はもう伝えてない？で、ぶっちゃけそうですね、収録決まって、で、3月ですかね。サンタクロースって、家にサンタクロース来てたけど、サンタクロースの正体って誰だか知ってるんかなっていう話から、まあちょっと、初めてですね、ちょっと話はできました。ガンの話が全然繋がらないんですよ。どういうことを？ちょっと、いいですか？僕やっぱ、12月22日に最初見つかったじゃないですか。で、2日後クリスマスですよ。で、実は肝臓の手術受けたのが12月の22日なんです、また。っていうことは、12月のクリスマスって、まあちょっと、がんの治療中の間ってまともにちょっと入れなかったんですよね。だから、まあ、そのクリスマスが最後かもしれないと思ったんで、ちょっとデータがないんですけど、めちゃくちゃでかい。僕 UFO キャッチャー結構得意な方なんですけど、UFO キャッチャーでじゃがりこの大きな袋を UFO キャッチャー取って、そこにドンキホーテでお菓子を大量に買って入れて、で、あとその時々で娘が欲しいプレゼントをこう、サンタクロースだよっつって、渡してあげてたっていうことがありまして、で、そこから、まあ、ちょっと恩着せがましい言い方ですけど、あれば、まあ、本当に一回一生懸命クリスマスいないけど、まあ、寂しい思いさせたなっていうところで、一生懸命やったよっていう、ごめんなさい、うまく説明できてないんですけど、はい、恩着せがましき娘に話をして、じゃあ、まあ、そういうふうにしてたのは、まあ、実はパパが、病気で入れなかったからだよっていう話からですね。はい。ちょっとすみません。まとまってなくて。まとまってなくて。いや、その娘さんの反応はいかがでした？どうなんでしょう。どうなんでしょうね。なんかさらっとふーんみたいな感じのところもありましたけどね。どうなんでしょう。僕の喋り方が悪かった。いや、はい。娘さんに十分伝わってなさそうだ。
親の心子知らずってこういうこと言うんですよね。わかんないですけど、僕らに、そうですね。なんかまあ、はい、気持ちは伝わってきました、すごく。はい。はい。なので、まあ、あとはどう、ね、娘さんが思われているかっていうのはね、その娘さんしかわからないような状況ですけど、一応横山さんなりには伝えたということでね。そうですね。はい。はい。わかりました。はい。別にその後別にギクシャクしてなったりとかないですもんね。普通にもう今まで通り。あ、そうです、そうです。はい。なんもなかったように。はい。はい。そして、じゃあ次こちらですね。お仕事のことに関してなんですけれども、お仕事のことね、先ほど、ペイシェントジャーニーのところでいろいろお話をいただきました。まあ、取引先の人たちがね、察してくれてっていうか、考えてくれて、動いてくれてっていうお話でしたけれども、最終的に、仕事を今、フルでできるようになったのってどれぐらいかかりました？やっぱり抗がん剤の普及終わってからですね、経過観察に移るまでは、やっぱり、まあ人と会う仕事がすごく多いのと、あと仕事柄一回受けた仕事が終わるまで半年以上かかることもあるんですよ。結局、まあ、例えばなんですけど、土地を処分したいおじいちゃんおばあちゃんがいて、その方から土地を預かって、購入する方に引き渡して、お金を渡してっていうところまではやっぱり3ヶ月半年、長いと1年ってかかるんですけど、そういった仕事はもうほぼ受けられない感じだったので、単発で短いものをやらせてもらったのが、そうですね。はい。ちゃんと不動産屋に戻れたのは、本当につい最近という感じはしてますかね。そっか。まあそれはやっぱり体力的な部分もあれば、その副作用の部分だったりいろんな部分があって。そうですね。もうとにかく、まあ排便障害で、抗がん剤服用中が何が辛いってやっぱり下痢だったんですよ。副作用も波があるんですけど、やっぱりひどい時は、1日に、まあトイレに3時間いるとか、あるんですよ。もうそうすると、予定入れられないですよね。すいません、トイレから出れませんっていうので断らなくちゃいけないとか、予定がもう全く組めなくなっちゃうんで、そこの仕事はものすごくしづらかったですし、あと、ケモブレインという言葉が最近聞くようにはなったと思うんですけど、やっぱり頭が回らなくなって、ケアレスミスも自分でも自覚するぐらい結構出てはいたので、はい。そっかそっか。そこは終わってからですかね。はい。副作用的な面で言うと。今は、その下痢の症状とかはどうですか？そうですね。不安定ではあるんですけど、今は逆にちょっと便秘になりやすかったり、結局便意を感じない分、気がついたら便秘になってたっていうことが、結構起きやすくはなってるんで、そこの対策としてはやっぱりマグネシウムをある程度常備しといて、まあ、排便の回数とか量とかある程度把握しといて、ちょっとこれ危険だなと思ったら定期的に服用するっていうのと、あとは、腸に刺激を与えるためにも、ウォーキングはもう、常時、毎朝習慣でやるようにしてる感じですかね。はい。そのブレインに関してもだんだん、もうマシになってきた感じですかね。そうですね。あとはまあ僕も徐々に年も取ってきておりますので、そこら辺の境目はちょっとあるんですけど。皆さんね、そう自分の加齢の影響なのか、はい、それともね、抗がん剤の影響なのかね、わかんないってよく言いますよね。はい。困った時はケモって言っちゃえっていうのはね、ありました。あるあるです。はい。じゃあ今は普通にもう仕事普通に戻られてっていうことですね。そうですね。はい。普通には戻れてるかなと思います。はい。そして次こちら、お金や保険のこと、まあお金のことね、大事ですからね。特にやっぱり横山さんの場合、自営業ということもありましたので、ちょっとお伺いしたいんですけれども、まず民間の保険は入られてましたか？入ってました。はい。そうなんですね。
まあこれもちょっと自分の意識が高くて入ってたっていうわけじゃなくて、どうしても付き合いの保険屋さんがいらっしゃったんで、まあ付き合いで入ってた。それがたまたま良かったっていう結果にはなってますね。で、僕の場合には、医療保険と、がん保険と入ってたので、もう本当に、治療費には全く保険で困らなかったっていう状況です。あと、自営業で、会社の方の収入がやっぱり影響出ちゃったんですけど、実はそこも、付き合いのある会計事務所さんから何かあった時のためにっていうので入ってた保険があったので、会社の売上を補填するためのものですね。はい。なので、そこで、まあ、3年分ってわけじゃないんですけど、一括でとかっと下ろしてもらって、で、それをちょっとまあ、3年に分けて払い出してもらったっていう感じで、まあ、助かりましたね。まあ、ほとんど自身の報酬費用に飛んでったんですけど、はい。はい。それで助かりました。はい。ああ、そっか。その中で、まあ、ご自身の、まあ、医療の保険、がん保険であったりだとか、はい、まあ、収入を保証するような、収入というか、自営業で、こう、少なくなった分を保証するような、そういったものにも入っていて。そうですね。だから、改めて保険は入っといてよかったなっていうのは、もう本当に実感は身をもってしてるところですね。だからもし迷ってる方いたら、経験上は入った方がいいよっていう話は必ずしてます。はい。これはね、横山さんの経験談として。はい。ですね。はい。他にお金、その他に必要なものとかありました？大丈夫でした？そうですね。保証結構手厚く入ってたので、まあ、例えば、健康管理に使う別のところの支出っていうのもそこで僕は賄うことができたので、本当に、はい。保険、そうですね。良かったですね。他のところは特段は、はい。はい。治療費に関しては、そういったところで全部賄えてっていう風な形かなと思います。はい、そして、次、こちらですね。工夫したこと、何かこう治療中、もしくは治療後、ね、先ほどウォーキングのお話もありましたけれども、工夫していることしたことありましたか？そうですね。排便コントロールで運動っていうのは取り入れて間違いなく効果があるっていうことは実感できたのと、あと、味覚障害の対策として僕がやったのは、まあ、やっぱ食べるの好きなんですよ。はい。妻にもよく怒られるぐらい間食も好きですし、肉も好きでして食べること自体が好きなんですけど、味が僕塩味と甘みが全く抗がん剤の副作用でわからなくなったんですけど、まあそれでもなんかこう食べる楽しみ奪われたっていう思いと、なんとか美味しいって感じたいなって思ったので、家中の調味料を本当に味がわかんないの。味がわかんないって言っても、まあ人によって様々なんですけど、本当に何の味もわかんないのかなっていう疑問を自分の中で持って、家にある調味料を全部こう出して、さらにこうやって、舐めたんですよ。そしたら、生姜と胡椒の味は分かったんですよ。生姜と胡椒。はい。だから、なんていうんですかね、生姜の辛味成分みたいなのと、胡椒の辛いっていうか、が分かったんで、うちの奥さんに、その生姜と、胡椒で味付けしてもらいました。はい。で、当時妻がすごく真面目で、図書館から全部本を借りてきて、で、書店に行って、がんのための食事みたいなの全部いろいろ調べてくれて、料理作ってくれたんですよ。で、そこに関してはものすごい感謝しかないんですけど、やっぱり本載ってるやつ全部合算すると、例えば肉ダメだとか、加工食品ダメだ、味の強いものはダメだってなってくるじゃないですか。そうすると妻が健康のためにって作ってくれた料理が、まあ、ただでさえ味覚障害がない状態ですごく味気ない
ものだったんですよね。で、正直これ妻には、ありがたいんだけど辛いっていう話をして、で、じゃあどうするって言った時に、まあ結局何が辛いのかって言ってもなかなか家族でも伝わりづらいとこあるじゃないですか。だから、まあそこの意思疎通を図るためにも自分の味覚に疑問を持って生姜と胡椒が分かるってなったんで、生姜と胡椒で味付けしてもらった料理を食べた。で、それで食べれるようになったし、まあ、なんで食べれないのとか、これだけやってるのにっていう部分も多分あったと思うんですけど、そこの妻とのコミュニケーションもそこでうまくいったし、意思疎通も図れたしっていうところで、そこの工夫っていうかは自分でもやってよかったなって思ってるところですかね。すべての調味料をね、味見すると。味がするものにちょっと料理を変えてもらうっていう、そうですね。はい。いやー、すごい。それは多分人それぞれ違いますよね、多分ね。多分違うと思います。で、いろんな患者さんと喋ってても味覚障害の出方って皆さん全然違うじゃないですか。全部甘く感じるとか苦く感じるとかってあるんで、だからこれはもう、まあもしかしたら皆さんにやってくれっていうのも変な話ですけど、何かはもしかしたら当たるっていうかいける。もしくは組み合わせ自体でちょっと変わったりするのかなっていうので、見つかったらいけるかなっていう。はい。感じですね。はい。ありがとうございます。次、こちら。はい。情報といたしまして、がんに関する情報で、どうやって手に入れていたのかっていったところになるんですけれども、あれですよね。横山さんは先ほど、なんか勉強会にも参加されたっていうふうなことありましたけど、情報に関してはどういったところでいろいろ情報を手に入れましたか？情報自体はやっぱり最初はネットを見漁ってましたし、新聞記事というか、がん情報サービスも含めて見れるものは見させていただきましたかね。ただやっぱり情報ってどれが正しいかどうかって判断するのすごく難しいんですよね。まあその中でやっぱり押川先生の勉強会に参加させてもらって、そこでまあ腫瘍マーカーをどういうふうに捉えたらいいのかとか、まあ情報の精査の仕方はちょっと学ばせてもらったところがありますかね。腫瘍マーカーはどう捉えたらいいですか？僕も結局がん再発したんですよ。腫瘍マーカー正常値だったじゃないですか。だから腫瘍マーカーってどこまで信じていいのっていうところは僕の中でもやっぱりそこの時疑問出ましたよね。だって再発見つかるまで腫瘍マーカー大丈夫だったら再発はないだろうと思って抗がん剤も服用してて、腫瘍マーカー全然動きがないから安心してたんですけど、結果自分を身をもってそうじゃないっていうことを分かってしまったわけじゃないですか。で、腫瘍マーカーの精度ってどのぐらいなんだろうって言ったら、やっぱり、ごめんなさい、これ訂正入れてもらわないといけないかもしれないですけど、4割程度らしいんですよ。まあだから眼種によっても全然違うし、腫瘍マーカーの扱い方、だからガーンって腫瘍マーカーが数値がぐっと1万とか何本で上がった状態で治療を行って減っていくときには腫瘍マーカーって有効だけど、がんかどうかわからない、0か1の状態で腫瘍マーカーってあんまり気にしても意味がないんだなっていうことも、ちょっと押川先生から教えていただいて、なるほどな。いや、だから自分も腫瘍マーカー全然正常値だったんだっていうのは納得いったので、まあそこで数値にこう惑わされなくなったっていうところもありますしね。はい。まあね、数値ね、ほんと細かいところを見ていったらね、なんかそれで一喜一憂してしまう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。そこに関しては、まああくまでも参考値と。はい、そうですね。形でね、思っていくっていうのが、まあ、横山さんの、はい、はい、経験談かなということを思います。はい、そんな中で、はい、癌になる前と後で変わったことといたしまして、癌になると前と後、何が一番変わりましたか？そうですね。まあ、妻に言わせると、癌になったおかげで、健康になったねって言われるんですよ。これ皮肉混じってるんですけど、結局それまで僕運動って全くしてなかったので、そこからウォーキングして、今はちょっと一歩
ランニングとかするようになって、市民マラソンにも4月の末にまた地元のやつ出る予定にはしてるんですけど、そこの健康の意識は明らかに変わりましたかね。あとは悪い方で言うと、食べたいものを食べたい時に食べるようになっちゃってるので、我慢しなくなっ全然いいじゃないですか。たところはありますかね。はい。あとはそうですね。人付き合いのところで言うと、そうですね。あんまり、顔色を伺うようなことはなくなったかなという、ところはあります。嫌なものは嫌でいいんじゃないかなっていうのと、はい。好きな人と一緒にいたいなみたいな感じとですかね。はい。ね、顔色を伺わないというふうにね、すごくね、僕にもすごく感じるものがあります。はい。はい。それでは次にですね、あの時の自分へということで、あの時の自分にこう言葉書きするとしたらこうするなっていうこと何かあれば教えてください。いや、どこのタイミングかあの時にもよるんですけど、まずは検査先延ばしにしたせいでこうなったので、その時の自分が目の前にいるとしたら、もう早く行け。もうやろうっていう感じで喝は入れてると思います。検査は先延ばししないと。そうですね。あとは、暗くてすごい落ち込んでる自分に関しては、もうとにかく落ち込んでる暇なんかないぞと。もう今やれることやれよっていうのは、多分本当に、はい、喝入れる感じで言ってると思います。自分に対しては。はい。もう落ち込んでても何も変わらんぞっていうことは言ってると思います。だからね、今ね、横山さんいろんなね、活動もされていったりとかしているということかなと思います。そして次こちら、大切にしたいこと、夢や目標などっていったところにはなるんですけれども、いかがですか？横山さんの今後の夢、目標。そうですね。はい。夢と目標で言うと、今、本当に癌になってからのその娘の成長をそばで見たいっていうもとで、小学校の卒業と、それこそ中学校の入学も見届けることができたので、もう、この先に関してはそうですね。もうできるだけ娘の成長をね、妻と二人で、見届けたいなっていうのと、あとがん治療学会の時にがんノートの、企画の方に、観覧させていただいて、遠藤さんと、舞台袖で握手しながら固く喋ってたのが、娘の彼氏ぶっ飛ばそうかっていう話。そっちか。そっちか、ほう。遠藤さんの時ボクシングやれてるんですね。で、大腸がんで、つって舞台袖降りて、で、横山です。僕も大腸がんなんです。って話感動しましたって言って、バーって、子供さんいるのって、娘いるんです。つって、したら、やるしかないね。つって。やるしかないね。つって。やります。つって。そんな、はい、話をしてたので、はい。息子が彼氏に会うことをちょっと目標に、はい、頑張っていきたいと思います。はい。将来の娘さんの、彼氏さん、逃げてください。はい。もう、はい。本当に切実にお伝えさせていただきます。はい。そんな中でですね、ここから少しインフォメーションに移らせていただければと思います。がん経験者のリアルな生活、こういった本が出ておりますので、お近くの書店もしくは Amazon さんでですね、もしよければ皆さんの工夫などを見てもらえたらと思いますし、オーディブルなどを聞くといったこともできますので、こちらもチェックしてみてください。そして、ここまで見てくださっている方、チャンネル登録してくださっている方、いらっしゃるかと思いますけど、まだの方、ぜひチャンネル登録、そして、高評価やコメントなどで応援してもらえると、はい、嬉しいなと思います。また、出てくださる方ですね、出演応募フォームみたいなものも、ホームページからお待ちしております。はい。こちら、がんノートのことは、横山さん、ご存知でしたか？もちろんです。もちろんです。語っていいんですか？
じゃあ、違う機会に。わかりました。はい。はい。すいません。この中でガンノートに出てみたいなって思ったこととかっていうのはありましたか？そうですね。がんに罹患して、やっぱりネット検索した中で、本当にガンノートさんの、もう特に大腸がんの患者さんの回は、もう、僕が閲覧数一人で稼いでんじゃないかっていうぐらい何回も見させてもらいました。はい。で、その中で、僕もそうですね、当時は、出たいなと思った時は、やっぱり、はい、ある程度、思いの丈を、述べる機会がいただけるのは本当にありがたい機会だなって。だって自分の話を岸田さんが隣でね、ずっと聞いてくれるってこんなありがたい機会ないじゃないですか。すいません、今日も言いたいこと言っちゃってましたけど、はい。本当いい機会だなと思ったんで、いつかはと思ってました。本当、なんか夢のような。はい。ありがとうございます。なので皆さんもね、ぜひ、こちらお待ちしておりますので、ホームページから、ご応募いただければと思います。で、ここからですね、最後、メッセージといたしまして、横山さんからですね、視聴者の皆さんにメッセージをいただいておりますので、こちらになります。はい。私からは、一人じゃないよという言葉を、送らせていただきたいと思います。僕もですね、一人で本当に、辛くて、夜寝れない時とかもあったんですけども、本当に、同じ先輩サバイバーさんに出会って、勇気をもらって、なんか一つ一つ考え方であったりとか、不安から抜け出すことができたので、もし、がんとの戦いってやっぱり、恐怖とか不安とか自分の気持ちとの戦いでもあるかなと思いますが、その時必ず、誰か、手を差し伸べてくれる方いると思いますし、今僕が活動しているリレーフォーライフについても、来てさえいただければ必ず誰か手を差し伸べてくれる方いますので、一人で抱えている方一歩を踏み出していただければ何か変わるんじゃないかなと思っております。はい。はい、テイク2終了でございます。まとまってないです。すいません。まとまってないな。いや、しっかり伝わりましたよ。そうですかね。はい。まとまってないな。はい。ちゃんとね、周りの人にも、頼ってもらえたらということを思いますので、はい。ぜひね、リレーフォーライフ全国で、ありますので、対岸協会さんがやっているね、イベント、こちらにも、もし、タイミングが合えば、足を運んでもらえたら嬉しいなと思います。福島には、横山さんがいらっしゃいますので、ということでございますね。はい。といった中で、はい、ガンノートを終了していくんですけれども、横山さんいかがでしたでしょうか？楽しかったですね。楽しかったです。はい。岸田さんの、はい、セッティングの裏話と、僕の話を聞けて、裏側が見えたのが本当に良かったです。はい。皆さんね、裏側見てみたいなという人は、ぜひ応募してもらえたら、はい。出演者として見てきていただければ、はい。私がわちゃわちゃしてね、収録しながら画面を操作してるのを見てわかるかなということを思います。はい。それではですね、これにてガンノート終了していきたいと思います。はい。皆さん次の動画でまたお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。